先日 YouTube のコメント欄でこんなご質問いただきました。いろんな出来事が起きてネガティブに引き戻されてしまうとき、そこから早く抜け出すにはどうしたらいいのでしょうか。今日はこのご質問に対してネドジュンさんが発信しているメッセージをご紹介します。ネガティブな出来事と私の一体化。例えば、道で知らない人に突然怒鳴られたとしましょう。おい邪魔だ、どけよ。すると、心と体が一気に反応します。私なんか悪いことした？怖い。怒りや恐怖が吹き出し、左脳の思考が暴れ出します。文句言い返そうか、警察に通報しようか、どうしてこんなことが起きたの？この時、感情と私という主語がぴったりくっついてしまいます。それが感情との一体化です。そして左脳は決まって外側に対処せよと命じてきます。さあ外に出て、話しかけてこい、解決してこい、謝ってこい、怒鳴ってやれ、分からせてやれのように外側の世界へ対処せよという思考がたくさん出てきます。左脳は内側のことではなく、外側の社会のことを個人の行動で対処させようとします。これが苦しみの原因です。この時私たちは大きな無意識とのつながりが断たれ、ポツンと孤立した個の感覚になり、私が何とかしなければと感じてしまうのです。身体の内側に意識を向けるという選択。ではどうしたらいいのでしょう。鍵は意識を体の内側へ向けること。体の内側の肩から胃のあたりに意識を向けます。思考や感情をどうにかしようとせず、ただ気づいている。息苦しさ、胃のムカムカ、それらをどうにかしようとせず、ただ気づいているだけ。把握も対処もいりません。気づきの空間であり続けること。体の感覚にただ気づいている。反応せず、把握しようとせず、対処しようとしない。自然に消える仕組み。意識を体の内側に向け続け、そこに現れる怒りや悲しみなどに気づいているだけ。それによってその苦しい感情はそのうち消え去ります。普段から意識を内側に入れる、体の内側を感じる練習をしておいてください。嫌な出来事が起こり、出来事や感情と一体化してしまったとき、苦しい感情が爆発的に出たとき、ぜひ思い出してください。体の内側、体の空間、気づきの空間であり続けることを。嫌な出来事も、メラメライライラしくしく感情も、いずれは消え去っていく。それは普段から意識を内側へ入れる練習をしておくことで自然と消えていきます。世界や体の中が真っ暗闇に思えても、自分は気づきの空間であって出来事や感情ではないことを思い出すだけで、後ろに感覚が下がり、隙間ができて一体化が外れて、それだけでかなり楽になります。そして左脳の対処せよという思考から逃げることができます。対処なんかしません。集合意識の仕組み。ただ気づいているだけで、それだけで
苦しい感情が消えるだけでなく、本当に不思議なんですが、ネガティブな出来事もいつの間にか自然に解決されていたということが起こります。なぜなら、体の内側に意識があり、ただ気づいているという意識の形であると、全人類とつながっている集合意識とつながるからです。それは図の体の内側の黄色い場所に意識を向けていると、腰から下で全人類とつながっている集合意識が勝手に発動する状態になるのです。起きるが起こるのです。気づきの空間に戻れば、個人の思考による行動なしに集合意識の海が必ず現れとして処理してくれます。解決してくれます。例えば、誰かに何かを言わなければならないことがあれば、その方とばったり会ったりします。本当に面白いんです。それは先ほどの思考の対処せよではありません。集合意識によって起こるが起きる状態になり、静かに感覚を失わず、その方にお話をすることができると思います。あるいは、そうだ、それやるの今だ、といったとっても自然な感覚がお腹の方から上がってきます。そういった時は行動に移してみてください。何とかしなくちゃ、対処しなくちゃといった思考の時は、再び意識を体の内側の空間に向け、それらが通り過ぎるのをじっと待ちます。体の内側へ意識を向け続けるということを頑張ってみてください。そして集合意識があなたの人生でどのように働くのか楽しみにしてください。今までだったらあっち行って謝り、こっち行って説明を聞いたり、それを伝えに行ったりと個人の行動を通じて対処しようとしていたことが、いつの間にかすべて集合意識によって勝手に解決されるようになります。今までと全く違う、奇跡としか思えないような現象が起きます。意識が体の内側の気づきになると、私という個の感覚が薄くなり、集合意識とつながって起きるが起きるのです。自然と解決するのです。いかがだったでしょうか？右脳シフト覚醒しても人生の中で苦しい出来事や感情は起きます。ですが本来の意識の形であると苦しみはすぐに消え去り、自分で対処することなく自然と出来事も解決していくのです。日頃から意識を体の内側へ入れる練習をすることによって対処せず起きるが起きるという生き方になっていきます。最後にネガティブな事象が起きた時の実践シミュレーションを行ってみましょう。楽な姿勢でゆったりと呼吸をして体の力を緩めながらお聞きください。思わず怒りの感情が出てくる出来事が起きたとします。ステップ1、気づく。怒りは一瞬で火がつきます。その瞬間にまず、今自分は怒りを感じていると意識します。今カッときたな。胸の奥がぐっと熱くなってる。このように怒りとの一体化に気づき、自分と怒りを切り離すことが最初の鍵です。ステップ2、すぐに行動しない。怒りを感じた瞬間にすぐにセットで発動する外側の世界に対処せよという
左脳の思考に乗せられて言い返したりタイトに出す衝動を一旦ストップします。口を開く前にゆっくり深呼吸を行います。吸って吐いて、意識的に体の力をふっと緩めて、これだけで怒りの感情との一体化が少し外れます。ステップ3、意識を体の内側へ向ける。怒りのエネルギーが胸や喉、お腹や肩などに反応として現れます。胸が熱くなってる。喉が詰まる感じがする。胃がつかまれたように感じる。こうした身体反応にただ気づいているだけにします。把握しようとしたり対処しようとしたりせず、そこに巻き込まれず、ただ気づいています。気づきの空間でいます。観察者の位置にとどまります。ステップ4、消えるのを待つ。怒りのエネルギーは勝手に去っていきます。反応も判断もせず、ただ気づいていると、3分から5分でスーッと消えていくことが多いです。まるで空の雨雲や嵐が過ぎるのをただ見ているように。ステップ5、意識を内側へ向けておく。怒りが過ぎ去った後もしばらく意識を体の内側へ向けておきます。それによって集合意識が起動し、問題が勝手に解決するフェーズに入っていきます。必要な行動があればお腹から感じられるので、何か感じたらその通りに行動します。人生の中で様々な出来事が起こります。出来事に伴い怒り、悲しみ、苦しみ、様々な感情が起こります。ですがただそれらに気づいているだけでいい。対処しようとしなくていい。気づきの空間であればいい。それらは現れては消え、現れては消える、単なる現れの現れです。意識を体の内側に向けておくことで、集合意識や大きな無意識が発動し、問題や出来事、嫌な感情は自然と解決していきます。起きるが起きるのです。